今回はクラシックチュンリーの対戦解説だ。チュンリーはやれることが多いため、プレイヤーによって戦い方が大きく変わるキャラだと思う。なので参考になる部分は少ないかもしれないな。こんな感じのことを考えて攻撃しているというのがチュンリーで迷っているプレイヤーへの助けになれば嬉しい限りだ。ところどころ止めながら解説するため、流れを止めずに見たい場合は概要欄のリンクから対戦動画を見てほしい。それでは早速やっていこう。1戦目はタイクラシック剣だ。剣聖相性は悪くない相手だと思うが、5強剣にどういったリスクを負わせるのかが大事になる組み合わせだと思っている。リターンで負けることは少ないと思うので、細かいミスをどれだけなくすかが大事だな。ラインを下げてくれるのなら余裕を持たせないために詰めていきたい。2回目の置き攻めは飛ばれたな。この時点で相手について少し見えてくるものがある。開幕まで戻って少し解説しよう。開幕の機構剣が通り、ある気中足にドライブラッシュを仕込んでコンボまで。中スピバからの置き攻めは前ステップ1回とビ歩きで置き攻めを重ねることができる。とりあえずという選択肢で投げを重ねたが、相手はしっかりグラップを押していた。タイミング的に遅らせグラップでなくてリバサグラップだな。チュンリーの原人狩りが弱いことを知っているのだと思われる。ここで得られる情報は投げへの警戒度が高いということだ。そして場面を少し飛ばして2回目の置き攻め。リバサジャンプで逃げられてしまったが、これは置き攻めの重ねをミスした俺が悪いんだが、これでこちらの置き攻めの通りをかなり警戒しているのが再認識できた。ランクマのチュンリー、特にダイヤモンド帯以下の場合だが、攻撃方法に投げが多くなりがちだ。理由はいくつかあるが、大きな理由は垂直ジャンプによる原人狩りが難しいことだな。なのでグラップ対策は地上攻撃で行わないといけないが、これが慣れないと難しい。スト6は置き攻めに攻撃を重ねるというのがそもそも難しいのもあるな。そしてチュンリーは剣の陣雷脚やブランカの電気といったような暴れを潰しつつ攻め継続というのが弱いため、1回の攻防で結果を出したがってしまう欲がある。また歩きが速いので投げに行きやすい。だから投げに頼り拉致になってしまうことがある。実際俺もとりあえず投げという選択肢を取っている。なのでこの剣もチュンリー対策にとりあえず投げを避けるという防御の仕方を取っていると思われる。実際こういう相手は多い。投げを回避する手段に対してしっかりリスクを負わせたいな。今ミスをしている俺が言うのもなんだが、置き攻めはしっかり重ねられるように練習するのが地道だがなんだかんだで近道だと思う。逃げられやすいなと感じているチュンリー使いは、中スピバや強点焼却が後の置き攻めを煮詰めきれているか今一度確認するところから改めてみよう。リバサジャンプを通してしまったが、相手はこちらが対空を取るのを信用して空中攻撃は何も出していなかった。なので投げが通った。正直すまなかった。最後は破山衆でぼったくっての勝利だな。正直破山衆はノリで使っているのだが、一応使い方の言い訳をさせてもらおう。中距離の差し合いになったあたりから中足に露骨に仕込んだ中破山衆がヒット。こちらの2中キックがヒットした後にしゃがみガードを仕込んでいるのを見るに、昔からの格闘ゲーマーなのかなと感じるな。後ろに入れっぱになるプレイヤーが多いのだが、 2D 格闘ゲームの基本はやはりしゃがみガード。こういう相手と対戦できると親近感が湧くな。でも破山衆をしゃがむプレイヤーにはぼったくっていきますけどね。破山衆が当たるなら強破山衆だ。当然だよな。強破山衆はヒットしたらプラス6フレーム、ノーマルヒットでも2中パンチがつながる。当たるなら入れ込んでいく。当たり前だよな。というわけで破山衆でぼったくって勝利。一応破山衆を使っていく理由はあるんだ。まず破山衆を警戒してくれているかどうかの情報が欲しい。破山衆にパリを取ってくれるならこちらのキャンセル必殺技を警戒してくれている。そうするとラインを下げがちになるだろうから、こちらが追いやすくなる。破山衆に対して暴れるようなら暴れがちのプレイヤーということになる。暴れ潰しを重点して狙いに行く戦略を取れる。破山衆を立ちガードされた後ちゃんと反撃をしてくるかどうかでフレームを理解しているか判断できる。フレームを理解してくれているのなら逆卓で荒らす選択肢も視野に入る。破山衆の対応によってチュンリー戦に慣れているかどうかが見極められる。破山衆一つで多くの情報を得られるので、攻め手に困っているプレイヤーは一度試してみてくれ。ではラウンド2を見ていこう。チュンリーの6強系はマイナス4フレーム。反撃に転じるのは正しい。よく画面を見てる剣だな。慣れた後に攻め手を欠かさないためにドライブラッシュで追撃。
素晴らしいな。楽しい対戦だ。中足釣りの6強 K での差し返し場面だ。画面端に追いやられ相手を押し返す場面から2中キックをガードさせた後、相手の2中キックを1点読みの6強 K だ。読み合いというかネタの息を吸にないんだが、チュンリーの2中キックはガードされると不利だがそこそこ距離が空く。相手はチュンリーに攻め継続をさせないために中足を置いてくるだろう読みだ。チュンリーは2中キックから入れ込むのは強百列脚と破山集だ。中足を置いておけば両方に対応できるが、そこを狙い撃った差し返しだ。1回見せておけば中足を置きがたくなるため、一度は見せておきたいリターン行動だな。割と断言できるのだが、ダイヤモンド帯で勝ちきれないと感じるプレイヤーの多くはリターンを動力に求める姿勢が足りないことが多い。大胆な行動は時に相手を萎縮させる。リスクを恐れる姿勢がリスクになることもある。リスクもあるがリターンもあるという行動をしっかり意識して使っていきたい。チュンリーの場合は6強 K という手段を取った形だ。リスクはあるがパニカン時のリターンが大きい。意識して使っていきたい大技だ。ただこれは無敵技をこすれという話ではないからそこは留意してほしい。6強 K パニカン時のコンボは距離によってドライブラッシュの必要はないが、使っておいた方が安定するので無難だ。さあお互いにバーンアウト泥試合していく。5中パンチで崩れてくれたので SA にまでコンボに行ったのだが、これは SA さんで終わってたかもしれないとちょっと後悔している。そしてサリ飛びを狙ったがこれは失敗してるやつだ。本当に申し訳ない。最後は2中キックを押し付けての勝利だ。 SA さんで終わっていたというミスを棚上げして最後の攻防を少し解説しよう。投げを外された場面からだが、ここで俺が見ていたのは斜め上だけだ。ここに入ったら空中投げ、それしか見てなかった。この場面で逆転の可能性があるのは飛びを通した時か SA のぶっ放しが通った時だ。立ち回りでの SA などの無敵技のパナシなんて読み切れるものではないから気にするだけ時間の無駄だ。ならば安易に通してはいけない選択肢だけ注力する。上をガン見しつつ気分で中足を置いて前歩きを牽制する。今回はこの中足が噛み合っての勝利だな。こちらの中足が負けていたとしたら劉備脚だと思う。打たれていたら負けていた。この時は劉備脚は一切見てなかったが、打たせないために前には歩いていた。この攻防で劉備脚を打たれていたならそれはもう仕方ない。俺なら諦めがつく。そもそもこの試合で劉備脚を見ていないから意識していなかったのもあったと思う。この攻防は一例だが、読み合いの攻防では何を通したくないかを意識するのが大事だ。オーソドックスなところで言えば対空だな。極端な例だが、相手の飛びだけは通したくないからとラインを下げるのは理解できる。だがラインを下げてまで対空を意識するのであれば対空を行うように徹底すべきだ。対空精度やコマンド精度というのはその後の話だ。まずは意識して対応をするのが大事だ。意識し続けた対応は反応に変わる。そうなれば他の行動にリソースを避ける。ミスや負けを恐れずに動こう。能動的に戦う格闘ゲームは楽しいぞ。次はタイクラシックジュリだ。1戦目で勝ててマスターに上がれたが、気持ち的にはダイヤモンド帯での対戦だ。3強系各脚楽でのめくり攻撃だ。ギリギリめくれるような連携を組んでいる。3強系の狙いどころだが、最初は5中パンチから狙っていくのをおすすめする。密着状態からなら5弱パンチ、5中パンチの連携までは3強系でめくれる位置になる。ただし5弱パンチはガードされると不利なので注意してくれ。3強系は立ち回りで唐突に出すのも強いが、めくれなかった時のリスクも大きい。慣れないうちは距離調整をしっかり測って使っていこうと格好をつけてはいるが、めくれない時が怖いから俺は決められた連携でしか使ったことがないんだ。ドライブラッシュから出すとかなり距離が伸びるから目測で使えるようになるとかっこいいな。スピが出せなかった。こういうミスはもったいないな。バーアウトしてでも攻め継続、気持ちはわかるが握手だな。このチャンスを見逃さないようにラインを上げたいな。ただし無理は禁物だ。3強系便利だな。投げを匂わせるとことさら効果的だな。3強系はクラシックチュンリーの特権だ。使わないともったいないぞ。順当に1ラウンド目が取れたから精神的には気楽だが、ゲージ状況もほぼ5分。堅実に行きたいな。噛み合ったな。運が良かった。開幕4カウントで両者バーンアウトとはなかなか激しい試合だが、状況的にはかなり有利になった。詰めていこう。コンボミスすいませんでした。難しいな。チュンリーのエリあるわ。
容赦バーンアウトだがこちらが攻撃するターン下がる理由はない。体力的にもゲージを使ってくれるなら問題ないから SA はいつ撃たれてもいい。負けパターンとしては SA に風水エンジンではめられることだが、ゲージを使ってくれるなら3ラウンド目は楽になる。余裕を持って対処しよう。位置が入れ替わったな。これは相手のミスだな。一気にリーサルが見えたぞ。最後は再びインパクトを返してフィニッシュだ。総じてこちらの攻撃が噛み合った試合だが、攻める上で大事な点がいくつかあったので解説しよう。まず最初の方の3強系のヒットだな。チュンリー使いの目線からどやらせていただくが、正直3強系が当たるという時点でメンタル的にはかなり楽だな。3強系は通れば強力だがリスクも大きい。被弾するとフォースダウンになるのも怖いが、何より出始めに暴れで潰される可能性もある。慣れていないうちは脅威だと思うが、正直意識していれば対処はできなくはない攻撃だろう。ドライブインパクトよりかは遅いからな。またチュンリーの目線としてもあまり対応するのはおすすめしない。リスクが大きいのもあるが、3強系があるからこそ他の選択肢が通る。チュンリーに限らず攻める上では様々な選択肢を持つことが大事だ。3強系の対の選択肢を持つこと、そして他の選択肢があるからこそ3強系は生きるということを意識しよう。次に相手のバーンアウトだな。バーンアウトをしてしまうということ自体が大きなリスクなのは間違いないが、バーンアウトをしてでも攻めを継続したい気持ちは理解できるし、そういう状況もあるだろう。だが相手のバーンアウトはこちらにとって大きなチャンスだ。相手が下がってくれるのであれば圧をかける意味を込めて詰めていきたいな。バーンアウト中の中破山州は剣の恐竜美脚並みに強い。ガードされてもプラス1フレームだ。パリを使えない相手にこれを狙わない手はない。バーンアウト中に効果的な攻めパーツをまとめておけるとチャンスを逃さないように意識していけると思う。試してみてくれ。次にインパクトを返せた時の判断だな。この試合のインパクト返しはドライブラッシュに中キック2ラッシュを仕込んでただけなので、ただのラッキーヒットではあるのだが、バーンアウト状況で有利に運ぶために SA2 で端に運ぶことを判断したな。まあエリアルコンボをミスってしまったのだな。そういう日もある。さっき言った通りバーンアウト中は破山州が強力な選択肢になる。このチャンスを逃したくはないため相手を追い詰めたかった。画面端なら強破山州が相手を飛び越すこともない。強欲に行きたいな。ジャンプで位置を入れ替えられると一気にピンチになるため、相手のジャンプでの入れ替えだけは許さないように位置取りも気を使う。今回は相手のジュリが我慢強かった。素晴らしいな。だが俺の強欲破山州が通ったのでコンボまで。SA を打たれるのは構わない。相手の逆転までのリーサルが遠くなるだけだ。チャンスをつかんだら何を通したくないかだけ意識して攻めを組み立てよう。攻撃をガードさせるだけでもこちらのゲージがたまる純粋なアドバンテージだ。焦ることはないが機械損失が一番もったいないため、攻めれると判断した時は積極的に行こう。その攻撃方法が合っている合っていないにかかわらず、自分で意識して組み立てた攻防は後で見返した時に反省の判断材料になる。どう転んでも美味しいぞ。特にチュンリーはやるべきことやれることが多いから迷いやすいキャラだと思う。いろいろなことを試して自分だけのチュンリーをぜひ作ってくれ。では今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。各脚楽が大好きなそれほどでもないゲーマーチャンネルだ。